さて、クソダンジョンで話題を集めた 2D ダンジョンクローラーがついに発売とのことで、今回はクレイジーハイパーダンジョンクロニクルの紹介を行います。こちら案件をいただきました。デモ版を遊んだ限りではダンジョン RPG 系ではありません。言うなれば1フロアごとのステージクリア型のパズルを解きつつ、そこに RPG 的戦闘や装備システムが組み合わさったユーモアなストーリーを楽しむアドベンチャー系ゲームです。すべての階層で丁寧なイベントが用意されています。装備には定番のレアリティがありますが、同じフロアで繰り返し敵を倒し、キャラクターを鍛える要素はありません。敵は復活せず、前のフロアにも戻れず、あらかじめレベルデザインがしっかりとなされたバランスです。一方通行のリズムとテンポの良さが本作の核に感じられます。マップ構造はランダムですが、デモ版で体験できる2時間は全てチュートリアル的な内容も含み、得られるアイテムは固定のようにも思えます。さらに深く進むとランダム性が発生するかもしれません。3つのプレイスタイルの選択があり、そこで遊び方に大きく変化が出ます。会話中心で戦闘も会話で回避できる可能性があるスタイル。戦闘中心で会話は極力なされないスタイル。上記2つの中間のスタイルの3つです。今回は中間スタイルでプレイしてみましたが、最後の方で選択肢により戦闘の回避が行われました。会話中心スタイルの場合、これが頻繁に発生することが予想され、その点においては RPG 的です。特徴の一つとしてユーモアさを前面に出しており、このゲームはふざけた内容にしていると開発の方も歌っています。話は終始おちゃらけた感じで、登場人物の顔芸は日本人の私にもとても面白く映ります。その指針も影響してか、Steam での日本ゲームタイトルが一時期クソダンジョンになってしまったことがありました。タイトルの The Crazy Hyper が機械翻訳でクソだと判断されたんだろうと言われています。それによりゲームメディアで取り上げられ、ウィッシュリストも増加しました。それで世に受けたんだから、いっそクソダンジョンのままでもいいんじゃないかの声もあります。キービジュアルにはネタ満載、爆笑必須と書かれており、何かの名場面やセリフがしこたま込められています。これはあのシーンかと知っている人ならばわかるようになっています。ただそれが爆笑につながるかは人によるし、年齢や笑いの文化にどれだけ触れているか、もしくは風潮、あるいは国ごとに笑いのツボに違いが出ます。海外の作品を翻訳する上での難しい部分です。日本のお笑いなり配信なりで何かの有名なセリフを言って笑いを取るのは前後の流れと絶妙なタイミングが必要で、外すと英語圏文化の小ネタを口にしただけと受け取られてしまいます。海外ではわかる人にわかる系のジョークが好まれやすいとも聞き、これが国ごとに受け取り方に差が出る部分です。あくまで傾向な話で、日本でも今作の多彩な小ネタで爆笑する人はいることでしょう。次の特徴として戦闘システムがあります。コマンドバトルではなくタイミングよくボタンを押すことで攻撃や防御が成功します。戦う順番や敵の位置も重要で、次は誰が攻撃するかに応じどうするかの瞬時の判断力が求められます。ジャストタイミングで攻撃が成功したらクリティカルになりますが、速度が速く難しめだと感じました。敵が多いほど攻撃を回避する選択も増え、ミスが起きやすく、時間もかかるため、なるべく敵を分断して戦うことが勝利につながります。ゲームパッドでも遊べますが、敵を選ぶ時に常に斜め入力が必要になり、マウスでないとすごく厳しいです。難しすぎる箇所は今後調整が行われるかとは思います。デモ版では17回で終わりますが、50回まであることをゲーム内でほのめかしています。この先も全ての階層でパズルとイベントがみっちり織り込まれていることが予想がつき、これをまず楽しむ作品だと感じます。何よりも魅力は美術面にあり、この画面構成とビジュアルにまず目を惹かれます。ドット絵の品質もとても高く、UI に馴染み、凝ったウィンドウデザインなど、その昔のゲームを現代基準にした場合の見本のような画です。日本語フォントにしても馴染んでいるのが素晴らしいです。果たしてクソダンジョンで話題を呼んだ本作は、どれほどネタが仕込まれ、笑いを呼ぶのか、気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。発売日は2025年10月24日の1500円で、初回セール時 10% 割引もあります。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。クレイジーハイパーダンジョンクロニクル。ダンデライオン王、この喋る時のゴニョゴニョって音がいいですね。サウンドエフェクト。お呼びでしょうか王。昨日とても素晴らしいことが起きた。本を読んだ。何の本を読まれたんですか？ランドロアのバラード？
面白そうです。表情がいいね。ハイパーダンジョン。その冒険家がランドロア。神聖なグルールを求めてる。おう。まずはヒーローの選択。本名がなんかすごいな。ジアダ・ブリギッタ・シュグリンダ・マクダーデン ?29 歳。両者はいとこなのか。どちらも嫌い合ってるようだね。じゃあとりあえず女キャラで行ってみようか。次に武器を選ぶ。左になんか書かれてますね。中期が。武器にはそれぞれユニークな戦闘スタイルがある。ゲームを進めることでなんかアンロックされますと。とりあえず好きなものを選びましょう。槍に剣、メイス。じゃあオーソドックスな。剣でいこうかな。これなんだ ?3 つ選べますね。会話あるいは探索。難易度というわけじゃない。プレイスタイル。一番左はなんだリゾルバー。没入感がある。アクションはあまりいらない。簡単なのかなつまり。戦闘が簡単で書いてあるね。重要な戦闘は会話で回避できる。会話がたくさんある。会話重視の RPG が楽しみたい人向けだ。真ん中は、中間難易度なのかな経験値が増える。戦利品も獲得できる。インベントリスロットも増えると。パズルもある。一番右、デストロイヤー。一番難しいんだ。これはより多くのエンカウント。会話分は最低限。プレイしていると色々なことが見つかる。なんだ一番右が良さそうだな、これ。戦闘が大好きだ。会話なんて全スキップ。求めてるのはアクションのみ。へえ。真ん中は完璧主義者向け。とりあえず、バランスとって真ん中にしましょう。今回はね、私はデストロイヤー向けかもしれませんが。さあ始まった。つまらない旅だったがようやくたどり着いた。いとこのヒーローが先に行っている。神聖なグルールを求めている。彼より有利なことがある。地下のハイパーダンジョン、レベル50までたどり着いた唯一の冒険家のランドロアの日記を見つけた。これがその日記か。ヒントでも書かれてんですかね。読んでみましたが、信じられないならゲームを再起動してみるといいとか書かれてるぞ。全く同じレベルは出てこない。ランダムであるってことは言ってんのか、これは。ほとんどのページが破れている。途中で見つかんのかなそのページがね。さあ、まずはどうするんだ左スティックで移動。この真ん中のマップがいいですね。こんな感じで移動できる。ここには鍵がかかってますね。鍵がない。左上に食料とか水があるけれど、移動すると減っていくのかなこれはなんだヒント、インタラクト。A で使える。プシュッと。明かりがつきましたね。なんか変化あったのかなこれはこれレバーっぽいけど、生反応ないね。さらにこちら。ここにも松明。全部つけるのが目的かなそうでしたね。経験値を得て、さらにお宝。中にはメッセージ。全回収は RT、もしくは LT。この時点で読めないの読めないのかな取っちゃった。アイテム調べるは資格か。コモン、ソウルバインド。ソウルバインドって他の人に渡せないみたいな意味かな。でもシングルプレイだよね。日記の1ページ。これはランドロアの日記。この時点じゃ読めないのとりあえず回収しよう。で、今見つけたメッセージは誰の日誌だこりゃ。まずは日記を全部直さないと。何が起こったのか確かめることができないし、神聖なグルールも何であるかもわからない。これ破棄しちゃっていいのかなで、日記が今追加されましたけれど。こっちか。神聖なグルール。14ページ目。最も美味しい戦利品である。ハイパーダンジョンの最終層。レベル50。危険なガーディアンがいる。そこには最初の怪物の王である大小諸の義士が入ってる。歯が入ってんの。現状はまだわかりませんね、内容が。バキッと。ここで鍵使ったんだ。次は暗闇である。B で会話スキップ。ここも暗いから。松明に明かりをつける。右に血がありますね。危険だ。これで OK。お宝もあるな。さらに下に行けそうだけど。ダッシュとかない。なるべくこれ、最短の道通らないとね。食料とか水が減っちゃうんだろうね。まずは全回収。新しいものは食料とかありますね。まだなんとかなんのかな。では、レベル3へ。フェイクオール。なんだ偽物の壁がある。っていう話か。なんで今聞こえたな。トラップか。十分な怒りがあれば、自動フリップで罠を避けられる。自動フリップ怒りって、怒りは画面左上にありますね。紫ゲージだ。まだ溜まってませんね。溜まっていれば罠を回避できるのか。で、レベルが上がった。うわ、すげえ顔してんな。永続的に
能力を上げられる。ヒットポイントアップ、怒りアップ。まあ、とりあえずヒットポイント上げるか。長押し。で、怒りも上がりましたね。最大ライフ上がったんだね。で、怒りはどんどん静まるんだ。時間が経つにつれ。ここは行く意味あんのかな。何もなさそうな場所にも。なんか隠されていたりするんですかね。結構入り組んでるな。扉だ。ああ。なるほど。急ぎたい場合は、このワーナーね。もどかしいんだね。ほい。お宝がある。これがフェイクオール。通りましたね。日記だ。新たな日記。ワーナー。なんかヒントあるかな。床のトゲ以外には、ダーツ。あと火炎放射器がある。Y でもアクセスできるか。上にもお宝ありますね。これ古い戸かな。なんだなんか入手したじゃがいもだ。さらに、これ装備品かな。アンコモン。ちょっと能力付きなのか。と全回収。まだ装備はされてませんね。これを装備するには、着る。おお。装備したら会話が始まった。まだチュートリアルなのか。ベルトは、ここに装備されましたね。紙人形ってなんだ。紙人形のように脆いという話をしてんのかなこれは。あ、ベルトを装備したことで、アクセサリーが装備できるようになったんだ。現状一つかな。そう、次は戦闘かな。もしくは鍛冶屋か。開いた。なんだ。ああ、NPC がいた。そう。武器の達人。選択肢ですね。チュートリアル開始。チュートリアルスキップ。もうとりあえず受けましょう。戦闘チュートリアル。5分ぐらい。結構あるな。問題ない。おお。すげえいかつい。どちらも。頭の真上にイニシアティブバー。さらに、誰が先に打つかわかるライトアップされた数字。行動順かな。うん、1、2って書いてあるね。1が、私か。なんだ。どんどん順番が勝手に切り替わっていきますね。雰囲気は分かった。次は狙いを定める。まずはこちらを狙う敵を先に攻撃しようと。そうすると相手の攻撃をブロックできる。狙いを定めるには、ジョイスティック、マウスでもいいと。違う敵を狙ってしまったらどうするんだ。それは最悪だと。私の側面もしくは背面から攻撃してきた場合、攻撃力が破壊的になる。ミスが許されないんだ。まずは適当に狙ってみる。ターゲット？こうか。狙うの上手だな。次はバーで。うん。タイミングよく押すんだね。今のナイスって音。昔のアーケードゲームみたいな。ちょっとナイスにならないか。ヒットエリアの濃いゾーン。それがクリティカルエリア。それが致命的なヒットである。逃げる敵もいる。防御する方法はおっと。これもタイミングよくクリックするんだ。来るぞ。はい。夜中0時以降、餌をやるな。これグレムリンネタかな。懐かしいな。明かりをつけるだけでも経験値。つけない理由はなさそうだね。よし。あれこれ時間制限ある。閉まるまで。マジか。ほら厄介だな。ダンジョンものっぽいね。いかにも。さあ、勝負だ。うわー。パピルス？まあ、細けいことはいい。BGM を。これ狙う。あれっと、ナイス。来るぞ。カキーン。さあ、次ははい。うん。戦闘面白いね。タイミングゲーだから。あれっと。実際に、外した。実際のパビルス戦も。まあ、音ゲーっぽくもあるか。はい。やったー。完全勝利。これは戦利品か。シンプルなペンダント。コモンアイテム。価値はなさそうだな、あまり。と、全回収。さらにレベルアップ。どれを上げるか。現状は剣装備してるけど、他上げてもいいの？まあ、とりあえず剣でいいか。新たなパワー。怒りコストで使えるスキルかな。カーソル速度を遅くしてくれる。が、ターゲットエリアとクリティカルエリア。大きさが小さくなる。そのスタイルで戦えば戦うほど、よりパワーを解除できる。LT 長押しで、ここで選ぶパワー。使った？今発動してるようだね。ここで攻撃する。ゆっくりなってるんだね。
代わりに範囲が狭まってましたね。強い敵の時に便利になる。使う怒りの量も少ないと。手強い相手の時は使えばいい。とどのように戦ってもいいと。一つにこだわるか、状況によってスタイルを変えるか。強い武器が見つかることもあると。95% のクリティカル率がついた銅の剣スタン。弱い剣でも能力により強いという話かな。ちょっと広くなってきましたね、フィールドが。一画面内にね、収まるものかと思いきや、そうではないんだ。全回収でネズミ戦。ラッティ。次上か。まずはディフェンスだ。何？移動したぞ、あいつ。行動奇妙だ。セーフ。あ、攻撃が動くんだ。なるほどね。これでパワー使った方がいいって話になるんだ。よし、勝負だ。バックスタブ。ぶつかる時の敵の向きも重要なようだね。はっ、来た。クリティカル。一発だ。きらびやかなヘルメット。お、レジェンダリ来た。しかし、レール37。全然無理だね、これ。どうしたらいいの？アイテムをスタッシュに入れられる。次の同じような場所に運べるんだね。異次元倉庫か。これが、その宝箱かな？預けられる量は決まってんですかね。とりあえずこんなもんかな。新しい装備。パーフェクトクリティカルヒットを当てると、ユニークな能力を発揮する武器。これ、パーフェクトクリティカル。敵がスタンする。ユニークの槍かな。メイスか。スキルをプラス 100% ブーストする。2倍の威力になるんだ。お、不可解な剣。熟練度の増加量がプラス100。威力はちょっと下がりますね。代わりに。デモ版の終わり。ここが最後か。あ、なんだ。いっぱいいるぞ。よし行くぞ。うわー。5体もいる。ミニボスではない。開発者だ。FF の裏ルームに入った的な感じじゃない。完全版はもう少しで発売されます。2025年10月23日。時差の関係で24日かも。いろいろフィードバックをくださいと。欧米での発売物を探してる。アジアでは 2P ゲームス。すごい会話の量だ。うぬぼれている。そう、クリアか？進むことはできない。これ終了だ。ゲーム完了。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。